悲しいお知らせです。うちにいたウコッケイのメンドリの織姫ちゃんが亡くなりました。1年ぐらい前に1回血を吐いて、うわこれ死んだって思って、でも口にホースを突っ込んで水でゆすいだら治ったんですけど、それをまたなんか私が見てない間に血を吐いてたみたいで、それが気管に詰まったのか病気だったのか何だったのかよくわからないけど、朝見に行ったら倒れてました。で悲しいなと思ってぼんやりしてたら、虫をおろしてるお店の人から連絡が来て、ウコッケイがいっぱいなんか増えちゃって捨てる予定になっちゃったからって言っていっぱい受け取ったんだけどいらないって言われて、はいって言って見に行ったらいました。この転生して U ターンして帰ってきたみたいなそっくりな織姫にそっくりな子がいました。このウコッケイたちはお庭で普通に楽しくウコッケイを飼っていた家族が何も考えずに本当に完全外飼い放し飼いにしてて、ハワイは天敵が少ないので、ある日気がついたらウコッケイがあれひよこ釣れてるじゃんって言って、わーかわいいねから始まった惨劇で、もうひたすら増え続けて、なんか何十羽とかになっちゃって、でこの黒い子たちは純ウコッケイなんだけど、こっちの模様がある子は野生の鶏とウコッケイのハーフで、ちょっとまた後で掴んで紹介するけど、こうやってもういともたやすく簡単にハーフができちゃって、誰もハーフなんか欲しくないから、こうやってウコッケイの血がそのままウコッケイだったとしてももらい手がつかないのに、混ざってしまったらさあ大変みたいな感じです。ひまわりの種をどうぞ。で見ての通り完全に野生で育った謎のウコッケイだから全然懐いてなくて、ほらおいで、ひまわりの種ですよ。はいいりません。そしてそのまた隣にいたのが、その同じ家から来たかどうか定かじゃないんだけど、ちゃんと食べてるね。あ、食べた定かじゃないんだけど、こちらにいる、ちょっとこの人見えないから出てきてもらおうかね。こいつも全く懐いておりません。もうそもそもウコッケイのおんどりです。大人ですってられました。かわいそうに。でも今日の朝コクコッコを言ってんの聞いて、なんかなるほどねってなった。逆光だね、見える。モコモコだね。ようこそ。こうやってウコッケイははっちゃりってなんて言うんだ、いわゆるひよこ屋さんが、ひよこ鑑定士さんに依頼して、卵を産む鶏だったらオスかメスかを確認してからメスですとかオスですとか言って出荷するんだけど、ウコッケイは生まれた時小さいからわからないらしくて、だからそのままオスメスごっちゃで出荷されるから、ウコッケイ買いたいっていう人は必ずしもメスが手に入るわけじゃなくて、ガチャって適当に6羽買って、じゃあオスだったら食べようねとかオスだったら捨てようねとかいう感じなので、オスだったら捨てられるんです。よくゴミ処理施設の近くとか公園とか、もう至る所にあれウコッケイじゃないっていうのがいます。でそれを見つけたバカな、それこそ私世代の10代20代の人が、じゃああれ別に誰かが捨てていらないってことだし、射撃の練習に使おうとか言って撃ってみたり、なんかすごいひどいことをするので、結果的になんかみんな不幸じゃんっていうことになります。もちろんこんな形をしているので野生で生きていけるわけでも何でもないので、ただただ死を待つだけ。かわいそうだよね。なのでもらいました。またお金にならないおんどりをもらいました。どこ行くねん。それはひよこ。
ひよこです。うちのすみちゃんも前紹介したんですけど、コインランドリーの前にポチって捨てられてるのを拾いました。もちろんおんどりですがすみちゃんより大きいね。若いからツヤツヤしてんね。後ですみちゃんと並べてみようか。すみちゃん今2歳か3歳とかだから、3歳か、結構年いってるねわーだってではウコッケイをあんまり知らない人のためにウコッケイのざっくりとした種類の紹介みたいなのをします。ウコッケイの特徴はこの黒い肌ですね。ウコッケイって骨が黒いって書くんですけど、骨まで黒いです。口の中ほら見えないよね。後でもうちょい見よう。口の中まで黒いです。でトサカがこの大きくて平べったいタイプのトサカです。で羽が羽っぽい羽ではなく毛みたいな羽です。この普通の羽のこのジッパー部分がないからボサボサになります。そして最後の一番面白いのは足の指が、足に毛が生えてるのももちろん、足の指が5本あります。汚いね。普通のニワトリは3本前にあって1本後ろにあるんだけど、1本エクストラがついてます。これは地面につかない指です。でウコッケイが野生で生きていけない理由はこちらの羽にあります。羽がこうやってボサボサの脆い状態なのであまり高く飛べません。せいぜい60センチぐらいかな、ピョンって飛ぶけど、でもバサバサっては飛べません。なので野生では生きていけません。夜になったら猫とかが出るので、雨に濡れても防水じゃないから乾かないし、そのまましなしなになっちゃいます。大事にしてあげましょう。ウコッケイはそしてすごく気が強いので喧嘩を挑むのは挑むんですけど、野生にいたら野生のニワトリの方が断然喧嘩は強いのでボロ負けして、でもさらにまたって言っちゃうから結構オンドリに殺されている場合が多いです。それで自宅で飼っている場合は飼い主に噛みついたり蹴ったりする子もたまにいるので、ウコッケイはなんか凶暴っていうイメージがついちゃっている場所もあります。でオンドリはこの可愛い見た目のくせに結構コケコッコーの声が大きくて、でボリュームはまあなんだろう、そんなに大きくないけど、ちょっと大きいぐらいでも声質がすごい甲高いからもうキューって感じで嫌われる人には嫌われます。だから自分が大丈夫だったとしてもお隣さんから苦情が出たりなんたりかんたりで飼えなくなったから捨てようっていう謎の発想になります。皆さんこんな可愛いのにねこちらのニワトリさん、ウコッケイと野生のニワトリのハーフの子ですね。では特徴を見ていきましょう。このぺったんこなトサカは遺伝子を受け継ぎました。で頭のボサッとした毛はちょっとだけありますね。半分ぐらい。足の毛もあるし足の指も5本あります。ですが羽の質は普通のニワトリです。これだったら飛べるね。いいね、飛べるよ。よかったね、得だよ。全然聞いちゃいね。でくちばしはちょっと黒いかなって感じ。でも口の中は普通にピンクだから、でも口の喉の奥の方が黒っぽいね。というわけで部分的にウコッケイの血を受け継いでて、部分的に野生のニワトリの血が出てますね。こういうハーフは面白いです。暑いね、ごめんね。というわけで
一旦ハーフになってしまえば野生で生きていける子が多いです。ただこの純ウコッケイは生きていけません。でうちのペンちゃんなんですけど、ペンちゃんも4分の1ぐらいウコッケイです。だから多分もしこんなんがいたらこれの孫ぐらいがペンちゃんみたいな変わったニワトリになると思います。でもこの普通のスタンダードの羽っていう遺伝子の方が強いので、このホワホワの毛が出るのはめっちゃ珍しいです。ペンちゃん、うちのペンちゃん、羽がモサモサです。切れています。なんだその新しいのはって。声低い、声低い、怖い怖い。いい羽をしております。何をそんなに怒ってんの。ほら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 、怖いよこの人。このサイズのニワトリになると、私みたいな慣れてる人だったら、あ、オスだね、あ、メスだねとか言ってもうパッパッと分かるんですけど、ウコッケイの場合はその小さいひよこがオスかメスか判定するために使う首の羽のところがボサボサで何も見えないので、オスかメスかがめっちゃトサカが大きくなったりするまで全然分かりません。なのでオスかメスか分かったタイミングで買うわって言っても、もう分かったタイミングってもう大人だから懐かせることが難しいです。なのでみんなひよこを買うんですけど、それが悲劇につながるわけですね。とりあえず私が現時点で分かってるのは、このハーフの子は絶対オンドリです。朝からピッピピピッピピ言っててなんか偉そうにしてるしでこっちの他のちっちゃい丸っこいウコッケイたちの方ですけど、もうね本当に分かんない。両方オンドリに見えるけど1個はメンドリにも見えなくもない。でも絶対1個はオンドリだと思います。このトサカの形もオンドリかメンドリか分かりにくくしてるうちの一つですね。まあいいや、元気に育ってくれ。というわけでうちにはスミちゃんを含むウコッケイのオンドリが4つとハーフの子が1つになりました。まあいいでしょう。